その神様からのメッセージ、本当に神様の声でしょうか。ようこそお参りくださいました。宮崎神社の宮司です。最近 SNS でこの動画が来た時点で神様に呼ばれていますとか、神様からのメッセージですとか、そうした言葉を見かけることが増えました。皆さんどうですか？不安な時、心細い時にそうした言葉に惹かれるお気持ち、よくわかります。ですが、神道では神様の言葉というものはそんな軽く扱うものではありません。かつて日本では一つの託戦が国の行く末を大きく左右しかけたことさえありました。今日は神道における神様からのメッセージとは何か、そして神様のお告げを私たちはどう受け止めればいいのか、現役の宮司がお話をいたします。今日の動画のポイントは3つです。1つ目、神道でいう神様からのメッセージとは。2つ目、神直、託戦、神託とは何か、どう違うのか。そして3つ目、現代の私たちは神様からのメッセージとどう向き合えばよいのか。SNS で見かける言説に振り回されず、しかし信仰心も粗末にしない。そのための落ち着いた土台を一緒に確認しましょう。それでは参りましょう。まず歴史に残る大事件、国を動かしたお告げのお話から始めます。奈良時代、宇佐八幡宮の神託が朝廷を大きく揺るがせたことがありました。当時、湯気の道教という僧侶、お坊さんが大きな権勢を持ち、天皇の位につくのではないかという極めて重大な緊張が高まっていました。そんな中で八幡神様から道教を天皇にすれば天下太平になるという託戦があったと伝えられます。神様からのお告げですね。皇族以外の者が天皇に即位をするとなれば、国の在り方そのものに関わる未曾有の大事です。朝廷の動揺、いかばかりであったかね、大変な混乱があったと拝察いたします。そんなお告げがあったものですので、朝廷はですね、和家の清丸を宇佐八幡宮に使わし、改めて真意、神様のご意志をですね、確かめさせました。神様、これどういうことですかと。すると今度は逆に、皇位は皇族が継ぐべきであり、道義に反する者は退けるべきであるという趣旨のご真意が示されたと伝えられています。それにより道教がですね、皇位につくことはなく、今日まで皇位は皇族のみによって継承されています。ここで大切なのはですね、神様のお告げが歴史の中でこれほど重く慎重に扱われていたということです。思いつきの一言でもなく、誰かが勝手に広めた言葉でもありません。本来、ご真意とはそういうほど厳粛で取り扱いに慎みを要するものだったものなんです。ではここでですね、神道の神様からのメッセージについて整理をしておきましょう。神道で神様からのメッセージというとき、似た言葉がいくつかあります。その中でもよく問われるのが神直、託戦、神託です。まず神直。これは神様が下された命令です。特に有名なのは天照大神様が天孫に下された三大神直です。一つ目は天上無窮の神直。天照大神様のご子孫である天皇が地上の国を治めること、そしてその行為は雨土とともに永遠に続くことを示したものです。二つ目、豊教豊祭の神直。天照大神様が授けた豊教、八田の鏡を天照大神様の分け御霊として大切に祀るように命じたものです。3つ目、
湯庭の稲穂の新直。高間の原の湯庭。神聖な田んぼで育った稲穂を授け、それを日本の食の根本とするようにと伝えたものです。これらはですね、皇室が国を統治する根拠として連綿と受け継がれてきています。こうした進捗は一時的な助言ではありません。国の成り立ちや祭祀の根本に関わる極めて重い神様のお言葉です。次に託宣。これは神様がある場面において具体的な意思を人に託して示すことを言います。夢を通じて示されることもあれば、人に神がかって語られることもあります。歴史上の重大な局面で示される御神意として語られることが多く、さっきの宇佐八幡宮の事例がその代表例です。古い文献を見ますと、託宣は単なる未来予言ではありません。神をどう祀るべきか求めることもあれば、最悪の原因を示したり、こう祀れば静まるという条件を示したりもします。それが日本書紀の崇神天皇の祭祀譚にもございます。疫病の原因を神様のたたいと知るために、神託、無託、さらに牧宣などを重ねて御神意を確かめられたと伝えられております。そして神託。これは広い意味での神様のお告げ全般を指す言葉として使われます。託宣とほぼ同じ意味で用いられることが多く、文献によっては両者を近い言葉として扱うこともあります。もう一つ豆知識といたしまして、古事記の琴白主という神様。最近の研究では琴白主という神名そのものが託宣に関わる神を意味しているのではないかと読みが示されております。国譲りの奇数を決める返答を担う神として描かれているのも、そのためではないかと言われています。では分かりやすく整理しましょう。神勅は神様が下した根本的で重要な命令。託宣は特定の場面で具体的に示される御神意。神託はより広い意味での神様のお告げ全般を指します。このように整理しておきますと、混乱しにくくなると思います。ただし、ここで一つ大事なことがあります。実際の古典や辞書の用法では、これらを完全に切り分けられているわけではありません。文献によっては意味が重なることもあります。ですから、あまり乱暴に線を引きすぎず、文脈の中で捉えるのが大切かと思います。さらに中世になりますと、託宣はただ一言で終わるものではなく、その意味に注釈が重ねられ、深く考えられています。八幡様の託宣などは、後世の人々がそのお言葉は何を意味するのかと読み解き続けています。つまり神様のお言葉は刺激的な一言として消費されるものではなく、考え、慎み、受け止められるべきものだったということですね。では、現代の話に戻ります。SNS では、あなたは神様に呼ばれています。この神社の神様がこうしなさいと言っています。霊能力者として申し上げます。神様の声が降りています。など、そうした言葉を見かけることがあります。ではそうした言葉は、神道の伝統的理解と重なるものでしょうか。ここはですね、慎重に考えるべきだと思っています。なぜならば、神道では神様のお言葉を受け取るということ自体が非常に厳粛なことなのです。古くは神がかりの場がありました。そうした言葉をそのまま一人で受け取って終わりではなく、サニワという神様の言葉の意味を見極める役割の者が、その場に立ち会っていました。つまり、私はこう感じました。私は神様の声を聞きました。それだけで終わるものではなかったんです。誰が、どこで、どんな場で、どう
受け取り、どう確かめるのか、そこまで含めて慎重でなければならないんです。地域に伝わる民族資料の中には、神がかりの場がいかに厳粛なものであったかを伝えるものがあります。例えば、高知県に伝わるイザナギ流という民間祈祷の伝承では、神がかりをしたものを支える役割の者がいて、さらに別の者が神様の言葉を受け取り、共同体へ伝えていく。神霊を直接受けすぎて体に触りが出ないよう、さまざまな作法が伴っていたと記録されています。つまり、神様の言葉は軽い自己表現ではなく、場、体と役割分担に支えられたものだったというのが読み解けます。ですから、不特定多数に向けて同じ言葉を一斉に流し、受け取り手の不安や期待を強く、刺激するような発信を、そのまま、伝統的な護身意と重ねるのはちょっと難しいと思います。そう言わざるを得ません。ここは信仰心を大切にするからこそ、落ち着いて、区別した方が良いと思います。では、現代の私たちは、神様のお心、ご神意とどう向き合えば良いのでしょうか。ここで宮司としての私の考えを申し上げます。神道はキリスト教や仏教のような教義経典はありません。私は神道とはまず感じる宗教なのではないかと考えています。神社にお参りをする、境内の空気を感じる、たゆたう風や木々の羽音に耳を澄ます、川のせせらぎを聞き、足元の砂利を踏みしめる、差し込む日差しを受ける、時には静かに降る雨を感じる、そうした自然の中で神様を拝む、その時、その一時に皆さんそれぞれ様々なことを感じ取っておられるのではないでしょうか。私はその感覚そのものが、神道の大切な中心、核となるものではないかと考えております。ですからその時心に届いたものを神様の声と受け取ること、その感性は素晴らしいものだと思います。ただしここで大切なのは、感じることとそれを断定して言い切ることは別ということです。神前で感じる静けさや心に浮かんだ気づき、そうしたものは大切に受け取りましょう。けれどそれをすぐ神様がこう命じられた、みんなもこうあるべきだと広く言いふらすことはやはり慎重であるべきだと思います。神道は感じる宗教であると同時に慎みも大切な要素です。私はそのように考えております。神様の声は派手に受け取るものではなく、感じ、受け取り、そして慎み深く味わうもの。ご神意とは人を興奮させるものでもなく、心を整え、歩みを正し、日々の生活を見つめ直すもの。ここが私はとても大切だと思います。ここで一つ補足をしておきます。では神社でふと心に浮かんだ言葉や境内で感じた直感、これ全部気のせいなんですか？そうではありません。神社で風を感じる、心が静まる、大事なことに気づかされる、そうした体験は信仰の上でとても尊いものだと思います。古い文献でも夢の中で神様のお告げを、ご神意を受け取ったり、神のお告げが大切に記憶された例もあります。ただそれは本人の思いつきとして軽く流されるものではなく、周囲の人々が受け止められ、吟味され、伝えられてきています。つまり神社で感じたことはですね、まず自分に与えられた恵み、お恵みとして静かに受け取ってみてはいかがでしょうか。これは神様がこう言ってるんだと、人にですね、言い広める類のものではなく、静かに受け止める、慎んで味わう、
必要であればご神前でさらに祈る。そうした姿勢の中に、日本の信仰の美しさというものがあるかと思います。神道らしい姿勢とはそういうものにつながるのではないでしょうか。では今日のお話をまとめます。神道において神様の言葉は、軽く扱うものではありません。根本を示す進捗があり、重大な局面で示される託線があり、広い意味での信託があります。そして SNS で広がる神様からのメッセージの中には、少なくとも伝統的な神道の理解とはかなり距離があるものも少なくはありません。大切なのは不安につけ込む言葉に振り回されることではなく、自分で神社へ足を運び、静かな心で神前に立つことです。そして神様を拝むその祈りのひとときにいろんなものを感じ取って大切にしてください。今回の動画が神社とのご縁を見つめ直すいいきっかけになれば嬉しく思います。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。神様とのご縁を結び、あなたの暮らしに寄り添う宮崎神社より本日もお話をさせていただきました。皆様本日もようこそお参りくださいました。